はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。いやー、皆さん、残念ながらダメでした。はい。結論から先に申し上げますと、今回私はある派遣の仕事に応募して、そして残念ながら不採用となってしまいました。前回のこちらの動画では、私は髭を剃りました。なぜなら、その時が来たからです。と動画内でお話ししました。いただいたコメントの中には、もしかして女性とニャンニャンするその時ですかというものもありました。確かに女性とのニャンニャンもその時と言うかもしれませんが、今回は違います。仕事です。動画にはしていませんが、この数日前に私がいつもお世話になっている派遣会社の担当の方からメールがありました。大野さん、よかったらこの案件やってみませんか？まだうちのホームページに掲載前の案件です。どうぞご検討願います。その届いたメール内容を見ると、仕事内容としては、産経、危険、汚い、そして気持ちいいでした。冗談です。産経というのは冗談で、事務仕事でした。ただ、条件がものすごく良い。例えて言うなら、10年で1015億円とまではいきませんけども、派遣の仕事としては結構な高額な時給の仕事でした。私がその案件やりますと返事したその数日後に、派遣会社の担当の方から職場見学の日時のメールが届きました。それがそのお寿司を食べた日です。そしてその日、私と派遣会社の担当の方の2人で企業を訪れて、企業のご担当者の方とお会いしました。ところがですね、どちらかというとその日は職場見学というよりも面接、面談といった方が正しい内容のものでした。派遣会社の担当の方からは、職場見学の当日、大野さんにはこちらで用意した大野さんの職歴について簡単にお話ししてもらいたいと思いますという内容は書いてありました。ところが実際は企業のご担当者の方からは結構質問されて突っ込まれてしまいました。そのご担当者の方からは、私の年齢的なものとか、あと過去になぜ私が正社員を辞めたのかなどいろいろ聞かれました。確かに私は直近ではコールセンターをわずか2ヶ月で辞めてしまったという犯罪歴があります。だから雇う企業としてもそこら辺をしっかりと吟味したい気持ちがあるのは当然だと思います。あと動画の前半でお話ししたかもしれませんけども、今回の求人の時給が結構というかかなりいいんですよ。もう私が派遣でこれまで体験したことのない時給です。それには訳あって、この企業というのが超一流企業だからです。だからこそ変な人間は雇えないということで、この面談もそれなりに力がこもっていたのかもしれません。今回の求人は事務仕事がメインだけど時給がものすごく良いというのが大きな魅力の一つではあるんですけども、それに加えて今後二度と体験することができないであろうというものも含まれてるんですよ。それも魅力的だったんで私は応募しましたが、やはり超一流企業だったんでハードルは高かったです。
今回の反省点を言うならば、その面談後に感じた不安要素を全てこの場でこの動画でお話しすることはできませんけども、大きなポイントの一つとしては事前の準備不足が挙げられると思います。その面談の時の自己アピールがうまくできなかったなというのは帰宅してからずっと思ってました。繰り返しにはなりますけども、今回の求人は本当に時給が高かったんですよ。マジでびっくりするくらい。私にとっては、時給が高いということはその分採用されるハードルも高いと言えるかもしれません。本当はここで採用してもらって、でお金を稼いで、あと私今現在国民年金もう全額補助じゃないや全額免除してもらってるので、そこの追納もしつつ、そして生活資金を貯めて次に向かいたいと思っていたんですけども、全て白紙になってしまいました。そもそも今回の仕事は派遣会社さんのホームページに載る前に私に情報が降りてきました。多分派遣会社さんの中でもこの案件だったら鼻毛の出た大野でもいけんじゃねという判断のもとに情報をくれたと思うんですよ。なので私が行きますやりますと判断した段階でこのままいけるものと私はちょっと心の中でありました。というのが、この前のコールセンター、わずか2ヶ月で辞めたコールセンターも同じで、派遣会社さんから勧められたものを私がやりますと言ったらそのまま採用されました。で、職場見学の日も本当に職場見学なんですよ。ここが皆さんが働くブースになります。こちらが皆さんが休憩する食堂になります。ここが更衣室ですという感じで本当に職場の見学だったんですけども、今回に関しては私が入れたのはその応接室というか面談室というか一部屋のみで、全然職場の見学は全くなかったんですよ。なので本当に面談だったんですよ。なので、やはり事前の準備不足がちょっと今回の大きな失敗だったかなと思われます。ということで本日の動画は以上です。今回の不採用はですね、今年の私の、最近のかな、ショックな出来事の3つ目に挙げられます。ちなみにショックな出来事の1つ目と2つ目は動画にしようと思いつつまだ作ってません。そのうち動画にするかもしれませんので、その時はご覧いただけたらなと思っております。ということで、もしこんな超一流企業の派遣に不採用になった哀れな男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。